どうも皆さんこんにちは。はじめましてですね。ユーズフィルムのゆうです。普段僕はですね、こういう動画とか、こういう動画とか、奥さんとデートに行った思い出を、シネマティック Vlog という形で、作品にしておりまして、それを YouTube にアップしているという活動を、趣味ですねをしているんですけれども、僕の、チャンネルをご覧いただいている方の多くはですね、カメラ、特に、動画撮影に興味がある方なのかなというふうに思っております。皆さんジンバル使っておりますでしょうか？やっぱりですね、手ぶれを抑えた表現をする上で、ジンバルというのは、なくてはならないアイテムなのかなというふうに思っているんですけれども、僕はですね普段、すでにですね隣に、見えているかなというふうに思うんですけれども、こちらの DJI さんが出しているローニン RS2 というジンバルを普段は使っています。実はですね、このジンバルに至るまで、RS2 に至るまではですね、モザのエアクロス2だったりとか、あと BBLS、GU の BBLS だったりとか、いろんなジンバルをこれまで使ってきたんですけれども、やっぱりですね、手ぶれの抑え具合だったりとか、あとは操作性だったりとか、いろいろですね使った上で最終的には RS2 が一番いいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、いやー出ちゃいましたね。 RS3 Pro、これはですねもう発表を聞いて、新しくね進化した部分とかを、調べた上でですね、もうこれ買うしかないだろうということでもう早速ポチりまして、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。こちら届きたてほやほや段ボール入ったまんまのエアクロスじゃないですね、RS3 Pro が届いておりますので、せっかくなのでね開封動画をちょっと撮っていこうかなというふうに思っております。あとは簡単なですね、今僕が使っている RS2 との、違いなんかも、お伝えできればなというふうに思っておりますので、ぜひ、動画ご覧いただけたら、嬉しいです。はい、ということで早速行ってみましょう。これがケースですよね。 RS2 と違ってかなりなんかシックな作りになっている気がしますね。ちょっと待っててくださいね。よいしょ。左が RS2 で右が RS3 Pro のパッケージになっているんですけれども、前回よりかなり質感もかなり硬めの質感になっていて、前回は結構柔らかめの素材だったんですけれども、今回からかなりしっかりしたケースになってますね。かなり高級感のあるデザインになってますね。はい、じゃあ早速開けてみましょう。よっ。右側のメッシュの袋にはコード類が入ってますね。コードとか、あとネジ類ですねが入ってます。あとはこの
レンズサポーターですね。レンズを下からこうグッと支えるためのサポーターも入ってます。あとは説明書ですね。はい、そしてここにペリペリがついていて、取ると中に入っているのがこれはあれですね、三脚部分が入ってますね。これは必要なのでちょっと外に出しておきましょうか。でこれがクイックリリースプレートですね。これをカメラ側に装着して、簡単に取り外しができるようになってます。ちょっと僕はですね、前回の RS2 と同様なんですけれども、スモールリグさんのネジ式のものが個人的には使いやすいかなと思っているので、ちょっとこれは今回は多分使わずに、そのまま置いとくかなと思います。そして一番右のところには充電パックというか電源を入れるものですね。これ独立式になっていて、このまま充電が可能なので非常に RS の時から便利ですね。これも使うので外に出しておきましょう。袋は僕はこういうのはなかなか捨てられないタイプの人間なので全部取っておくことにしています。これは多分取っ手かな、グリップの部分かなと。軽っ。しかもかなりしっかりしてますね。結構このグリップですね、前回の時 RS の時は結構なんかチャッチーと言ったらあれなんですけれども、作りで結構多くの方がですね、スモールリグさんのものを使っている方が多かったのかなというふうに思うんですけれども、ちょっとこれはかなりデザイン的にもかっこいいし使えそうな気がしますね。ちょっとこれも使うので外に出しておきましょうか。グリップですね、かなり持った感じもいい感じなんじゃないかなと思います。はい、ということでここは閉じて、ここにね多分このペリペリをくるっと通して閉じる形になってますね。ということはこっちに本体があるということで、かっこいいですね。やっぱりここら辺のペリペリの感じとかは前回のものと全く一緒ですね。見た感じは前回と RS2 の時とほぼ変わんないかな。ちょっと後で実際に比べてみたいと思いますが、このね今回からロックが自動になっているということで、ちょっとそれを非常に楽しみにしながら使っていきたいなと思っています。はい、ちょっとこれ組み立てようかな。じゃあこの電源グリップをこれですね、ここのボタンを押し込みながら入れると入るようになっていて、でこれを時計回りにねじるとグリップが固定されるという作りになっています。で三脚部分も取り付けましょうか。はい、こんな感じかな。これで電池入ってるのかな。電池入ってるといいな。よいしょ。はい、ということでね、じゃあ元の視点に戻していきたいと思います。はい、ということで開封完了しました。本当にぶっちゃけ変わんないですよね。ちょっとまず見た目に関してなんですけれども、どっちも作りはカーボン製ということでかなりしっかりしているんですけれども、大きな違いとしてはやっぱりこのアームの長さですね。このアーム部分の長さが RS3 Pro の方が明らかに長くなっているんじゃないかなと思います。こうやって比べてみても
一回り、そうですね 1.2 倍ぐらいは長くなってるんじゃないかなと思います。これによってですね、より重たいカメラだったりとか、あとは、焦点距離の長いレンズなんかも、積めるようになるんじゃないかなというふうに思っております。僕は普段 MAX で 135mm の単焦点レンズを使っているんですけれども、やっぱりどうしても 135mm ってなると結構 900g ぐらいあるのかな、結構重たくなっちゃうので、結構使う時によってはガクガクっとジンバルの挙動がちょっとおかしくなってしまったりとかはする時もたまにあったりしたので、ちょっとこの RS3 Pro になることによってそこが改善されているといいなというふうに思っています。ちょっとそういったところの細かい検証はまた後日検証動画を出していきたいと思います。でですね、じゃあスペック表を1回出しておきましょうか。こういうふうになっています。重さはどちらも 1.5kg、持ってみた感じも本当に全く同じですね。最大積載量、いわゆるペイロードというものですねに関してはどちらもこれも 4.5kg というふうになっています。先ほど言ったようにアームが伸びている分同じ 4.5kg でも、より長いレンズで重心が取りやすくなっていたりとかはするのかなというふうに思います。スペック表を見てもその他もろもろもほぼ同じということで、大きく違うところが3つあります。1つ目が自動軸ロックですね。これはもう皆さんいろんな動画でご覧になっているかなと思っていて、僕もちょっと試してみるのが楽しみなんですけれども、一番期待している機能ですね。そして2つ目がモードスイッチですね。ここによいしょ、見えにくい、ここにですねモードスイッチがついていまして、これでねジンバルのモードを自由に変えることができると。そして3つ目が Bluetooth シャッターというところになります。ちょっと丸1の自動ロック早速試してみたいなと思うので、ちょっとカメラをセットしてみたいと思います。これRS2 のクイックリリースプレートもそのまま使えるので、もしすでにスモールリグさんのクイックリリースプレートを使っている方がいらっしゃればそのまま使えるので、これは便利ですね。ちょっとじゃあバランス整えていきましょうか。これ電池なかったら嫌だな。これ各軸のロックの位置はですね変わってますね。パン軸のロック、これか。パン軸のロックも場所変わってるので、初めての方はお気をつけください。じゃあちょっとこれ今ね、普段僕が使っているのは FX3 というカメラなんですけれども、ちょっと使っちゃってるので α7-3 ですね。でちょっと合わせていきたいと思います。なんか心なしかバランスもめっちゃ取りやすいというか、なんかバランスが取れる範囲が広い気がするな。ここの動きも従来の RS2 よりもかなりスムーズかもしれない。結構ですね、前までは結構力が必要だったんですけど、それがあんまり必要ない感じになってますね。はい、ということでバランスが各軸整いましたね。じゃああれか、この閉じた状態に持っていけばいいのか。こういうことかな。これでね今持ち運びできるような状態でロックしているんですけれども、じゃあちょっと電源を入れてみたいと思います。いきましょう。最初に初期設定をしないといけないので、これはスキップで見ました。いやー、これ
めちゃめちゃ便利ですね。これはすごいな。ちょっともう一回やってみましょう。これすごいですね。いや、この軸ロックなんですけれども、いやもうこれに関してはそれくらいのね労力惜しんでどうするんだという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、特にですね僕みたいな日常の生活の中で Vlog を撮る勢からするとですね、このほんのちょっとしたひと手間がもうちりつもなんですよね。ちょっと試してみましょうか。ちょっと一回これ電源落として、こっちの RS2 の方でどれぐらい、時間かかるって言ってもそんなにかかんないんですけど、ちょっと試してみましょうか。まず、三軸のロックを解除して、これでブランブランの状態にして電源を入れると、これ電源入れたのでバランス取れるですね。でこれで取りましたと、でじゃあもう取りたいものを取りましたとなって、じゃあいざ電源を切るとなったら、こうしてこうですね。でこの状態で持ち運ぶみたいな、本当されどこれぐらいの手間なんですけれども、やっぱりどうしても対人で撮っている時なんかは、どうしてもその被写体の方、僕の場合は奥さんなんですけれども、どうしてもその間待たせてしまうと、でその間も立ち止まらなきゃいけなかったりするので、これが本当に非常にストレスなんですよね。でも、これまではそのストレスに関しても仕方ないかなと思いながらやってたんですけれども、このね RS3、および RS3 Pro のおかげでですね、ちょっともう一回こっちに入れ直しますね。このねさっきの RS2 の軸外して電源入れて使って、でまた電源を落として軸のロックを入れて持ち運ぶっていう手間があったと思うんですけれども、この RS3 に関してはもう撮りたいものを見つけたら電源を入れると、これで撮れるというね、もう凄まじいですね。はい。で撮りたいものが撮り終わったとなったら、電源を入れるだけでこうやって持ち運べると。いやー、これはちょっともう革命なんじゃないかな。これだけでこれを買う意味がある気がします。はい、続いてですね2つ目のモードスイッチですね。こちらの見えるかな、ここについている、モードスイッチなんですけれども、基本ジンバルってこういう、パンモードで撮ることが多いのかなと思うんですけれども、たまにですねやっぱりどうしてもパンチルトモード、この縦の軸の追従も欲しいなという時があるんじゃないかなと思います。例えばパンモードで被写体を追いかけていって、例えば景色がいい時なんかはパンチルトモードでね最後ぐーっと上に持ってって風景も一緒に写すということもしたいなというふうに思う時があるかもしれないんですけれども、なかなかですね今までの RS2 の場合はですねそれがなかなかちょっと難しかったというか、できないことはなかったんですけれども、このちょっと液晶がね液晶でやらざるを得なかったので、使いながら、どっちかの手を離して液晶をして、どうしても液晶なので手の感覚で今どのモードかっていうのもわからないので、液晶を覗き込まないといけなかったんですけれども、多くの方が多分 RS2、RS3 Pro もそうだと思うんですけど、使う時このグリップをねつけていると思うんですけれども、どうしてもこのグリップをつけていると隠れちゃうんですよね、液晶が。液晶隠れちゃうので、ちょっと液晶を覗き込みながらボタンを押してモードを操作するということをしなくてはいけなかったので、ちょっとどうしてもね誤作動というかが多かったのかなというふうに思っているんですけれども、そういうね多分苦情があったのかなかったのかわかんないですけど、このモードスイッチが今回からついているということがあるので、操作しながらもう指の感覚で今どのモードかっていうのがもう分かるので、それに真ん中がパンフォローモードで、上に持ち上げるとこれ今ちなみにパンフォローモード
で上に持ち上げるとパンチルとフォローモードにもなると。ですぐ真ん中に戻すとパンモードに戻ります。で一番下にやると FPV モードといってこういう横というか斜めかロール軸も一緒に追従してくれるので、これはですねめちゃめちゃ便利ですね。もう親指の感覚だけでできるようになっているので、これもまたね大進化だと思います。ちなみにこのトリガーボタンなんかは RS2 の時から変わらずなので、そのままね、ここにボタンが追加されただけなので非常に使いやすいんじゃないかなと思います。で、最後がですね Bluetooth シャッターですね。これまではコードをジンバルとねこうビヨーンとつないでシャッターボタン使っている方が多かったんじゃないかなと思うんですけども、これ正直ねレンズこうジンバル使いながらこうレンズ変えたりとか、カメラ変えたりとか、していく中で毎回こうコードを外してつけて外してつけてっていうのがあったので、非常に面倒くさいこともあって、僕正直最初の頃はコードを使ってシャッターボタンを押してたりしてたんですけれども、結局もう使わなくなってしまって、面倒くさいけどこう使いながら片手離してシャッターボタンを押して動画撮り始めるみたいなことをねやってたんですけれども、どうしてもやっぱり重いので、片手を離して、シャッターボタンを押してまた持ってみたいなのを繰り返すのでやっぱどうしても疲れちゃうんですけれども、今回から Bluetooth でつながるようになったので、しかも Bluetooth なので電源入れればすぐつながるようになっているので、もう一度つなげちゃえば電源入れるたびにもうこのシャッターボタンが使えるようになると。これもめちゃくちゃ便利ですよね。ちょっとまだ今ね使っている FX3 で今後ちょっと試していきたいなというふうに思っているので、また今度詳しいRS2 との比較動画も撮っていきたいと思っているので、そちらもぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということでちょっと開封動画と簡単なねこの RS2 の比較ちょっとしてきましたけれども、どうでしたか？いやもう個人的にはですね、基本的な、操作方法とかはそこまで大きな変わりはなく、大きさもペイロードも変わらずなので、今 RS2 を使っていて特別困ったことというか不便に思うことがなければ、新しく買う必要はないかなとも思うんですけれども、やっぱり自動軸ロックだったりとか、このねモードスイッチだったりとか、Bluetooth シャッターみたいなところでこう普段の撮影のほんのちょっとした一手間が省けるようになってくるので、ちりつもでね何回も言いますけど、ちりつもでかなり疲れが溜まりにくくなるんじゃないかなと思います。僕はもう本当にこれ買ってよかったなと思っているので、ちょっと今後ね操作性というか精度性、手ぶれの抑えられ具合っていうのも、かなり20% かな向上したという、発表もあったので、ちょっとそれがどこまで向上しているのかみたいなところをちょっとテストしていきたいなと思っています。僕が今使っているレンズが 24mm と 50mm と 135mm のそれぞれ単焦点レンズなんですけれども、24mm とか 50mm であれば、正直そんなに大きな差はないのかなと思っているので、ちょっと焦点距離の長くて重い 135mm でどこまで、差があるのかみたいなところをちょっとテストしていきたいなというふうに思っているので、ぜひ今度ね出す動画もご覧いただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画参考になったよという方がいらっしゃいましたら高評価いただけたら嬉しいです。チャンネル登録もまだ、されていない方はぜひチャンネル登録をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということで今日は RS3 Pro の開封動画と、比較動画でした。ご覧いただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。